よし。さあ、久々の強くてニューゲームですね。準備したいと思います。準備したいと思います。まあ、ソロなんで、まったりやっていきます。よし。よし。よし。ゲーム実況始まるよ。今回は13再開する白クジラの伝説から蒼天のイシュガルドにひよこの FF14 PC 第248回強くてニューゲームになります。模倣時です。タバコはやめましたが食生活を変えることができないので高血圧が治りません。タバコをやめる必要があったのか。では始めたいと思います。こばんもほうです。本日もよろしくお願いします。ひよこの FF14 やっていきます。ですね、強くてニューゲームですね。強くてニューゲームバージョンで、前回はでは、ですね、YouTube に上がってるんで、それ見てください。ですね、イシュガルド教皇庁ですね。イシュガルド教皇庁で、オルシアンが悲劇にあるっていうところで、行って、その後にあれかな少しね、アラバシア雲海で、ですね、途中、クエストを受けたんですかあれかな終わった状態で終わってんのかなというわけで、続きをやっていきます。強くてニューゲーム。で、あれですね、竜騎士と、光の戦車、竜騎士と、邪竜ガに挑むという感じですね。行きましょう。あらちょっとリーグ開始してるとか言ってんのちょっとリーグ開始してるとダメなんだめんどくせえな。これか。ちょっと待って、このリーグを破棄してきますね。ダメなんですね。まあそうですね。90レベルになっちゃってますからね。しょうがないですね。これ行ってみましょうか。現在の場所では少し離れた場所で、なんだ少し離れた場所で少し離れた場所でがわかんねえんだアラバシア雲海も飛んじゃえばいけんのかな。それか街の中じゃねえダメのような感じもするけどね。一旦じゃあオズグンドに飛んで、これやってみましょうか。人がいないところでやれってことなんですかね。強くていいね。行ったわ。OK。よし、言いました。で、ここに出てきますね。で、白芸の伝説ってのが、出てるんで、ここからやっていきます。前、かなり昔やったんですけど、それ以降ではPC 変えてるんで、画質が若干良くなってると思いますね。ビットレートは変わってないんで、あれですね。荒くはなっちゃってますけどね、配信上。でもあれかな。こういう床とか結構細かく見えてると思うんですよね、昔に比べたらね。設定が変わって、最高品質になってるね。というわけで行きましょう。白芸の伝説。オズ軍のある日の今後の方針について話したいようだ。教皇がアラバシア雲海を訪れた理由は、マタイクの鍵であると見て間違いなさそうね。これを先に入手できれば彼の目的を阻害できる。だが問題の鍵は、運針ビスマルクの腹の中らしい。それ、もう、いきなりビスマルクからか。なるほどね。それに巨体に加え、雲海を自由に行き来されては、まずは手書きしてビスマルクに関する情報を集めてみよう。で、ムービーカットを元に戻しといたんで、基本的に強くてニューゲームに関してはムービーが流れる感じですね。ちょっと待って。これ変えとくか。
よし。雲海様について知りたい。それなら、村外れに、くぬばり様に聞くといいね。神話語りをさせたら一番の語り部よ。しかし気をつけるといいね。くぬばり様はとても礼儀にこだわるよ。しっかり、お辞儀してから話を聞くのがいいね。はい、了解です。うん。最終的にまた大陸に行くって流れですね。FF6 と一緒です。どの辺を指してますけどね。どこだよ。どこだよ。これ上ですかね、まさかの。下ってなってんの。ってことはこの辺ですね、やっぱり。ぼっちゃいます。あ、いた。クヌボイ。人は無礼な生き物だ。お辞儀も知らんと。お辞儀しろっすね。妹、お辞儀。これは礼儀正しい人もいたもんなんで。わしはクヌバリ、おおらかな純度の語り部を踏む運神様について知りたいと。よから心して聞くがいい。昔々空に雲海がなかった頃、海を泳ぐクジラの群れに白い体を持つ頃が生まれたそうだ。しかし黒き体のクジラたちは、白き体の、クジラをはずみ、虐げ、ついに殺してしまったような、その姿を憐れんだ神々は、白芸の魂で天を蘇らせたという。神の力を得て、蘇った白芸は、雲を黙々と吐き出して、争いなく泳げる雲の海を作ったそうです。こうして白芸や、雲の神、雲神様となられたのだ。心優しき雲神様は、海を浮かぶ島々を雲海に、引き上げなされ、虐げられた民を導いた。こうして晩々また雲海の民となったのだと。しかし、文道族が、呼び出した雲神様は、文道どもは、野心の映したかのように現れし、木島は食べなされる姿はまこと恐ろしいのだ。雲神が雲を食べるっていう話ですね。これか。よし。君が聞いたというバルマン族の神話では、雲神は争いの中、雲海を、作り出した存在なのだね。そんな心優しい神がクリスタルを得るために、浮島を食らう万神になっちまうとはなんとも皮肉な話だぜ。アフィナ、そっちは何か役立つ情報はつかめたか？それがさっぱりでね、バルマン族は、雲海での釣りが好きらしく、永遠と浮島釣りの話を聞かされたよ。浮島釣りだと、そうか、その手があるじゃないか。来たね、浮島釣り。これで思いつくんだもんね。先ほど雲神ビスマルクは、帝国軍の、アグリウス級の、艦砲射撃を浴びた、そして傷を癒すため浮島を、食らったのを見た。だが見たところその傷は完全に癒えてはいないようだった。手頃な大きさの浮島をエンタープライズで牽引すれば、奴を釣ることもできるかもしれんぞ。島を釣るっていう話です。浮島でイスガルド製の対流バリスタを設置する。雲神が近づいてきた、鉄鎖付きの、撃ち込んで引き寄せ、直接攻撃に打って出るんだ。なるほど。直接攻撃的確に弱点をつけば、あの巨体を揺るがすこともできるかもしれない。しかし危険すぎる。
今度は一連拓殖だぜ。牽引それエンタープライズの掃除やら何やらついていくさいない。いや、マルキのこのクソもかなり久々ですよね。で、シドがメインシナリオにいるってのもかなり久々だな。カーズも命をかけるんだ。私も同情させてくれ。いい覚悟だぜ。よし、俺は浮島県用の準備をする。お前たちはどうにかして作戦に使う浮島を用立ってくれ。こっちの準備ができ次第北に船を回しておくぜ。また行くの鍵。よし、作戦決まった。ただし、シドが考案した手法を実現するにはビスマルクを釣るために里の浮島が必要だ。ズンドの長老、ソヌバネに相談してみよう。どうやら彼らは、万神の召喚には反対しているようだからね、協力してくれよう説得するんだ。さあ、説得できるかな。モフ王子です。焼肉とかで遠征しないのでラーメンが遠征するのなんでだろう。今、冷酷なる文土と、運神様の勢いや吹き荒れる北風のようにとどまることを知らないです。困ったものだ、困ったものだ。運神ビスマルクの件我々に任せていただけませんか。聞けば運神は争いなく海を求めて雲海を作り出し、浮島の数々を、空へと引き上げたとか。しかし文土が呼び出した、運神は浮島を食らい尽くす勢い。我々、天かける船に浮島を引き出す。運神ビスマルクを導き沈めようと思います。どうか小さな、浮島一つを貸していただけないでしょうか。なんと驚くべきこと。人の勇者はそのようなことをなせるというのか。なれば雲海の平和のため我らズンドは柔らかな春風のごとく協力せねばなら。あ、いいね。ズンドの浮島一つをお貸ししよう。食べられちゃいますけどね。ありがとうございます。ズンドの、長老よ。後ほどお借りに伺います。よかった。シオたちに朗報を伝えることができそうで、早速彼らのところに行こう。エンタープライズは北に止めてあるはずだ。すごいっすね、この作戦も。島で釣るっていう。で、ここっすよね。もう強くてニューゲームなんで、基本的に拠点の会話はしないんで、まあその辺はあれですね、プレイするなりしていただけると思います。で、ですね、まああれですね、本編に追いついたらそれ以降はまあ本編のやつをあれですね、見ていただければいいと思うんで。まあ、そっちはね、会話とかしてるんで、まあその辺は楽しめると思いますけど、ね。みたいな。小銭ゲットしたぜ。1500いる。うん。というわけでここですよね。侵入地点出てますけど、普通に強くてニューゲームはね。ルキアに頼んで対流バリスタを用意させた。それに万が一に備えて魔導フィールド発生機も準備したぜ。経営に用いるのはスカイスチール機、攻防性の、鉄鎖。もともとドラゴン族を拘束するための代物で強度も十分だ。あとは引っ張る浮島があれば準備完了だ。その件については長老のソヌバヌが用立ててくれることになったよ。準備ができ次第受け取りに行こう。よっしゃ、作戦開始だ。カーズ、万神に挑む準備ができたらウェッジのやつに声をかけてくれ。うん。オッケー。いや、早速透滅戦からっすね。あれやこれは準備が多すぎて大変だったっす。でも気合い入れていくっすよ。オイラとアルフィノさん体小さいから、戦争の、機関室で、牽引装置の面倒を見る予定です。ところでもう準備はいいっすか。はい。それじゃあ早速餌にする浮島を受け取って、ビスマルク釣りの開始です。エンタープライズに乗ってくださいっす。オッケー。新ビスマルク透滅戦。じゃあ、ちゃちゃっと行きましょう。
普通にパーティー行きますんで、まあ57ですね。タンクだからすぐ来ると思いますけどね。オッケー、オッケー、オッケー。さあ、よろしくお願いします。任せちゃっていいですか。ザコが開くんですね。
あとはこれ一回削り切れば終わるけどね。いつか多分いけるよ。PS も嬉しいです。いけるかな。さすがにいけるか。オッケー。失礼した。いや、さすがタンクだな、MIP もらえるわ。いや、いいっすね。モフ王子です。ラーメンが一番好きな食べ物なので主人公の名前がそれ系になることが多いです。分身が暴走する前の、違うか、クリスタルか。そうですね、クリスタルを、そうか、取り戻す感じなんですよね、確か。争点は。4つ目であと2つあるんだ。なるほどね。ID とかがあるからですよね。戦士よ、光の星よ、聞こえますか。我が手がはい。闇に迫っている新たなどうかこれがに届いているように。これがあれだ、マタイルの鍵か。おっと、来ましたね。しかも言いますね。運針ビスマルクをほふったか。いや、久々の足や。何度目かね、こうやって神を狩るのは。もはや君の力は人とは思えないほどだ。天使い殿、かの者が手にしている品が例のもう声優さんがベテランすぎでしょ。オリカスさんですね。そのようだな。魔大陸への扉を開くアラグの秘宝。オリカさんってあれですね。幻想追加で5でやりましたよね。多少は光の加護が戻ってきているようだが、万神を倒せたとて光の加護を失っている今、まるで赤子のようだな、光の使徒よ。ご協力に感謝しますぞ、天使い殿。そして英雄殿にも礼をせねばなるまい。ビスマルクを倒す手間が省けたのだからな。いや、しれっと終わる。準備は整った。今こそ天への階段を開く時よ。
いや、いるね、兵士。二人か。うん。何人いるんでしたっけ ?13 人ぐらいいたんでしたっけ結構いるんですよね。いよいよだ。千年のいびつを正し、真なる変革を。人の手に歴史を取り戻す時が来たのだ。うん、オッケー。来たね。また X ね、これ。A6 の音はどうなんでしょうね。似てるかどうかっていうとね。まあ、6の方もっとゴツゴツしてたような感じがするけど。まあ、こっちアラグ帝国版、また行くっていう感じですかね。はい、お疲れ様カーズ。とにかく君が無事でよかった。ウェイッチと二人、狭い戦争内の、機関室にこもって、聖輪機関の、牽引装置を相手に確保していたが、全く生きた心地はしなかったよ。それにしてもここに来た新手の足縁とは、教皇たちにマタイ陸の鍵を奪われたことは想定外だったとしか言いようがない。しかし私たちはまだ生きているし、足縁や教皇に対して立ち向かう意志も折れてはいない。諦めずに追撃しよう。北方より来たらいいし、ブルーウィンドのある日の、冒険者に話したことがある。教皇たちはまた行く向かったと見て間違いないだろう。シオたちが急ぎ追撃の準備を進めてくれるそうだ。その間、君がビスマルクを沈めたことを報告に行こうと思う。運針が静まったとなれば、バナマン族も喜ぶだろうしね。何より、オズ軍、オクズンドの長老たちもきっと心配してるはずさ。了解。まずは報告ですね。お、ショートカットか。ショートカットっぽいね。待て。何か様子がおかしい。おうわ、捕まってるよ、帝国に。いますね。やばそうな人。あれは、ガレマール帝国軍。本体が上陸してきたというわけか。まだいたか。ほら、おとなしく出てこい。レギュラーバンシールドする。あれですね。12に出てきそうなやつですね。12です。ほう。蛮族どもではなかったか。なるほど。先遣隊を壊滅させたのはイシュガルドのものと考えていたが、貴様たちだったか。うわー、来たよ、来た、帝国の長が来ましたね。来たね。これお披露目でしたっけ？写本誌から伝え聞いた通り、光の戦士とやらは
どこにでも顔を出すものだな。相変わらず顔が長方形ですね。ではこやつらがガイウス軍団長を。そうだ、漆黒の王老と謳われたガイウスを倒し、我が帝国のエオルゼア侵攻を阻む英雄殿というわけだ。貴様たちもまた入陸を追っているようだな。今回は、アシエンとイシュガルドと、あと帝国が絡んでるって流れですかね。当然か。かの地には万神を御するためのアラグの英知が残されている。貴様ら暁とやらが嗅ぎ回っても不思議はない。万神は星の命を喰らう化け物だ。故に何としてもその全てを殲滅せねばならん。貴様たちも模それを倣時です。分かっておろう。雑談ですが、リライブシャツで効果があったのは薬局からの飲食料、ペットボトル2リットル2本ほかが軽かったですね。腕で持つのが良さそう。無論だが、我々はそれを建前にしてエオルゼアを属州にしようと目論む輩にも徹底抗戦する意志がある。この状況でよくも抜け抜けと本音を言うものだ。まあよい。エオルゼアの支配権など推しの運命に比べればさまつなことに過ぎぬ。万神を制することこそが皇帝たる我が役目。なればこそ神を下ろした蛮族を生かしてはおけん。待て、その者たちはテンパードでは。いや、やっちゃうんだ。おっと、来たね。助けだ。誰ですかね。これシドかな。何？アルフィナ殿、英雄殿。おっと、ルキアさんだ。来たね、ルキアさんが来た。いや、これ熱いっすね。しかも、もろ帝国製ですもんね、これ。陛下、お下がりください。姉さんが、あれですよね。乗ってたやつですよね。また会おう、エオルゼアの英雄よ。またいずれな。気をつける。あれが帝国の心臓飛空戦か。しかし魔大陸とは新皇帝が自ら赴くほどのものだというのか。オッケー。いやー、ルキアさん来たね。神殿記者の飛空艇でこいつを運んできた。詳しい事情は後だろうが。あ、説明してくれるんですね。
バリスドス、ガルバス。新たに帝冠を、手にしたガレマル帝国の新皇帝と、この雲海で対面することになろうとは。同行していた、青鎧の将は、おそらくは、軍団長クラス。厄介だな。軍団ができてきてとなれば、どこまで帝国の手が伸びているか見当がつかない。カーズ、君は取って返し、シドに合流してくれないか。彼らのもとに、帝国がやってこないとも限らない。私はバルマー族の長老に、事のあらましを報告してから、ルキャノと一緒にエンタープライズに向かおう。OK。では次は少し。さっきのとこか。お、天候が来たね。レア天候じゃん。レーフ。完全に緑色になるんですよね、見た目。よし。無事だったかカーズ。銃声が響いた後に、アグリウス級が降りてきたもんで、ビックスとエッジが心配してたところだ。そう、やはり帝国軍か。石柄と強固に足へ、新皇帝。よりによって面倒な連中が集まったもんだ。遅れてすまねえ。バンマー族の長老には事のあらましを報告してきた。ビスマルクを沈めた件は非常に喜んでいたよ。カーズ、君にはよくよく礼を伝えてほしいとのことだ。幸いバンマー族の村人たちには大きな、人的被害はなさそうだ。突然の侵攻でひどく怯えてはいたがな。あの集落に鍵がないと分かった以上、帝国が再び襲う可能性は少ないだろう。けど、侵攻追撃のための準備はどうだ。ああ、エンタープライズの準備はバッチリだ。それ融合の行き先、マタイ陸の位置も押さえてある。さあ、出発しようぜ。いや、来たね、マタイ陸。あれ、でも57か、今。ああ、どういう展開なんでしたっけ。若干ね、記憶が曖昧なんですよね。うん。まあ、とりあえず一回行くって流れなんですかね。うん。あ、これであれか。ルキアさんの話聞けるんですね。なぜあれに乗っていたかってことですね。マタイ陸の海からの光が差した方向。それに、あの時の風の流れからマタイ陸の位置を押さえてあるぜ。カーズ、準備はいいな。それじゃあエンタープライズに乗ってくれ。また行くたら拝みに行こうじゃないか。ボイスあるかな、ここ。とっさとはいえ、魔導アーマーに乗ることになるとは。運命とは皮肉なものだな。なるほどね。ああ、これでわかんの。私の名は、ルキア・ゴー・ユニウス。生粋のガレアン族、つまりガレマール帝国人だ。イシュガルドであんたに会った時はさすがの俺もビビったぜ。なんせあんたはリビアに瓜二つなんだからな。あ、俺は帝国人だからわかるってことですか。リビアだってあのガイウス機下の女幹部の。そう、ダルマスカの魔女リウィアは私の妹さ。繊細孤児だった私たち姉妹は別々の家庭に引き取られ、育てられたのだ。リビアさんの方が妹ね。はい。そして
妹リビアは軍人の道を歩み、私は工作員としての訓練を受けることとなった。ではイシュガルドには？任務で潜入した。教皇庁が秘匿している可能性があるという古代アラグ文明の遺物を探し出すためにな。詳細は知らされていなかったが、おそらくそれこそが魔大陸の鍵だったのだろう。だがそこで私はアイメリク様に出会ってしまった。アイメリカに出会って人生変わった。それが運命だというのなら、私は幸運だったのだろう。最初は任務のためと自分を偽り彼に近づいたが、その思想に触れるたび、私の心は激しく動揺した。彼は教皇の私生児という生まれてはならぬ存在だった。私たち姉妹も自分たちの境遇を嘆いたこともある。だが彼は私たちとは違い、運命を呪ったりはしなかった。取り繕ったところで意味はないか。モフ王子です。私は生きる場所を見つけ、昔実はクラブで DJ をやった故にことがあ帝国ります。を捨てた。ハードスタイルというジャンルなどですが、基本はそれをフランスミ知ってなおュージックが好きでした私をね。信頼してくれたのだ。あなたのアイメリク教への忠誠は疑うべくもない。しかしそれが本当ならば、我々は君の妹さんを。キャンプドラゴンヘッドでキコーラに出会った時言ったであろう。過去の争いにこだわっていては未来は見えないと。妹は彼女の信念と愛する者のために戦った。私と何も変わらない。そしてそれはキコーラも同じはずだ。俺もガレアン人だ。何？同族は歓迎するぜ。しかも対ドラゴン用に持ってきた魔導アーマーを活躍させてくれたんだ。恩に着るってもんさ。ああ、シドが修理したのか。そろそろ見えてくる頃だ。なるほどね。あの雲を抜ければ、さっき光が差した先、魔大陸っす。クエチってこんな声だったっけ。よし、しっかり捕まってるよ。あ、またエクスね。見えたぞ、お客さん方。あれが魔大陸のようだぜ。親方。ああ、違いない。こいつは古代アラグ文明の遺産だ。なんだ。障壁ですかね。くそ、魔法障壁だとでも言うのか。このままじゃ戦隊が持たないっす。ダメだ、補助推進翼が。シド、一度イシュガルドに引こう。対策を立てなければとてもではないが。くそったれ。古代アラグ帝国ってやつには手を焼かされっぱなしだぜ。残念。まだ入れます。
さあ、石ガールドに戻ってきましたね。ここからどう対策を立てていくかですね。やれ、どうにか帰ってこれたな。エンタープライズを見てくれはそうでもないが、内部機関の方にかなり損傷を受けちまった。しばらくはシールのためにビックスやウェッジと徹夜生活になりそうだね。大変だな。貴公子の見解。マタイクを追っていた魔法衝撃のようなもの。おそらく例のマタイクの鍵にはあれを突破できる仕掛けがあったんだろう。いずれにせよ対策を狙えば、マタイクに侵入できない。まずは、神殿騎士団ホームに赴き、アイメイク教をはじめ関係者を集めて報告しよう。神殿騎士団の衛兵に声をかければ、早朝して案内してもらえるはずだ。最高。いや、久々のアイメイクさんですね。会いに行きましょう。こっちだな。はい。お、伯爵もいる。つまりマタイ陸とは古代アラグ文明が築いた人工浮遊大陸らしいってことだ。教皇たちもそこに向かったと見て間違いないだろう。なるほど、状況は理解した。問題はマタイ陸を覆う高密度のエーテル体だ。無理に接近しようものなら真っ逆さまだぜ。詳しい仕組みはわからんが、おそらくは周辺のエーテルを雷属性に変換し防御フィールドに転用しているんだろう。例の鍵がなければ安全には近づけないということか。なるほどね。ま、持ち去られちまったもんのことをあれこれ考えても仕方がないさ。シロ殿、貴公子としての知識を見込んで問いたい。強行突破の可能性はいかほどだろうか。あ、じゃあ帝国は今の時点では待機してるってことなんですかね。鍵持ってないっすもんね。入れてないってことですね。そうだな。真っ先に思いつくのは、これまで何度かやったことがある属性変換機構で雷属性を変換し打ち消すって方法だ。しかし今回はあまりにも規模がでかい。エンタープライズの積載量では。確かに対リヴァイアさんで用いられた双胴船は大型船2隻をつなぎ合わせた巨大なものだった。自力航行すらできないほどのね。手がないわけじゃない。打ち消すのが無理なら一点突破だ。一点突破。それは高密度のエーテルの刃を作り、向こうのフィールドを切り裂く。なるほどね。エーテルで作られた昇格。いや、いわばロンギヌスの闇だ。だがこれにはエーテル学の知識が必要不可欠になる。まさにロンギヌスのやりっす。エーテル学の専門家か。賢人の皆がいてくれればな。あ、これ賢人増やす流れですかね。昨晩タタル城が大騒ぎをしておったぞ。何でも尋ね人の手がかりがつかめたとか、ね。一人いるってことですね。
なんですって。諦めなきゃ運は回ってくるぜ。お前たちは賢人探しの方を頼む。俺たちはエンタープライズの回収を進めておこう。そうなんですよね。この時点でもバラバラになってんですよね、賢人はね。船体の強度を増やすのも当然だが、エーテルラムの搭載に備えて拡張も必要だからな。待ってるよ相棒。見違えるようにしてやるぜ。新生のラストですごい展開になってましたね。その件でバラバラになっちゃってると。この時点ではまだ賢人は誰ともあれか再会できてねえのか。じゃあこれはかなり朗報ですね、確かに。さあ誰でしょう。皆さんご無事で何よりです。強行の進撃はもう終わったですか？また行く。怖いところです。よく無事に帰ってきてくれましたよ。でもこちらには朗報があります。もしかしたらエーテル学の専門家の問題も解決するかもっす。もうタタルがね、かなり役に立ってくれてますね。エーテルを辿って。母さん、先日の戦勝祝賀会を脱出したとき、シラリハ、水道を利用したそうですね。その話を聞いた私は、不滅体のピピンタルピン、小島省に連絡して、地下水道の徹底的な捜索をお願いしていたのです。なるほど。君が最後まで一緒だったのは、ミンフィリア、ヤシトラ、サンクレットの3人だったね。もしかして彼らの行方が分かったのかい？わからない。まだわからないです。でも、ピピンタルピン、小島省から、報告があるので、不滅隊の作戦本部へ来てほしいと連絡あったんです。あれですよね。ララフェルですよね。ララフェルの。顔が真っ黒なやつ。何らかの手がかりが掴んだということか。よし、すぐに皆でウルダハに向かおう。ウリエンジェにも来てもらわなくてはね。はいです。ウリエンジェはいるのか。そっか、ウリエンジェはそもそも行ってないっすもんね、祝賀会。そっか、砂の家にいたからな。なるほどね。不滅隊。じゃあ行きましょう、ウルダハへ。これは強くて逃げるのしっかり金取られますね。報酬がないから基本的には赤字っすよね。まああれですかね、透滅とかああいうとこに行って、まあちょっと金がゲットできるっていう感じかな。基本的にあれはやってった方がいいっすね。モブとか見かけたらね。ちょっと小銭が入りますからね。ウリエンジ、来たウリエンジ。いやー、この格好だ。この格好ね、買ったんですよ、あれですね。昔買いました、課金で。こう、鮮度消えたらどうしたし、必ず見つけ出されればなります。目標は感謝します。ピピン小島省。無実臭いことを言う。君たちは、ソフィア、ソフィじゃない、ギフや、ナナモ様を作ってくれた恩人だ。これからのことは、協力のチーム入らんさ。それで、捜索の結果はどうですか？タタラ女子からの要請を、女子言うね。不滅隊ではシラディアツイでの、大規模な捜索を行った。ところが地下の一角は、丸ごと潰れていてね。そこで甘地な鉱山者にも協力を依頼し、瓦礫の撤去を行ったが見つかったのは青い制服姿の遺体だけだった。クリスタルブレイブの追っ手たちか。しっかり倒してますね。一方で賢人たちの遺体は発見されていない。唯一現場で見つかったのがこれだ。おっと、ヤシトラっすかね、これ。そうですね。ヤシトラさんの杖です。なるほど、ヤシトラだ。やはりそうか。
失礼、ピピン殿。その杖を貸していただけますか？外すんだ。あ、ここで外すの？いや、外してはいねえな。ゴーグルをつけたんだ。なるほどね。あったね、こんなの。このエーテルコンはやはり、アスカでは特殊な魔法を使用した痕跡が残っています。特殊な魔法？シャーレアに伝わる禁術の一つ、イニシエの強制転送魔法、エンシェントテレポ。テレポの原型にして、地脈利用の先駆けとなった偉大な魔法です。瞬時に、肉体をエーテル化して、強制的に地脈を乗せるため、長い石を必要ともせず、転送を成し遂げる。たとえ、戦いの最中であったとしても。ヤシトラその魔法で逃げ延びたということか。これは朗報だぞ。ことはそう簡単ではありません。なぜこの優れた魔法が禁術とされたのか。それは実者の、制御が完全に行き届かぬゆえ、見知らぬ土地であっても、運よく流れ着くこともあれば、永遠に地脈をさまようことになることも。そんな、じゃあ、ヤシトラさんはまずは彼女はどの方角で流されたのか、大まかでも知ることが先決。エーテルコンを頼りに転生魔法の地点から、探り出しましょう。わかった。では、水道の出口にあたるシアリア遺跡に向かおう。ビビン小当初、情報の提供ありがとうございました。仲間が無事に見つかることを願っている。いや、タタルさん顔赤いな。思ったより黒くなかったですね。親父に比べたらね、親父のラウバーに比べたら全然黒くはないですね。シラディアだからですね。外ですね。外でやばいですね。中央、どこだ？ここでいいのか。よし。それではエーテルコンを探すとしましょう。かなりの時間経過していますが、わずかな痕跡ならば見つけることも叶いましょう。またはめたな。顔がわかんねえよな。やっぱりこの時点では。捉えました。大規模な、破壊魔法の後、確かに強制転送したようです。転送痕跡は北東へと続いています。この地脈の流れが行き着く差しが、精霊と、樹幹に抱かれし、黒き森。国営の森か。おそらく。しかし、ソージャ島からヤシトラ城を発見したとの情報は得られておりません。すなわち、まだ国営の森をめぐる地脈の中をさまよい続けている可能性が高いということか。なるほどね。地脈とは大地をめぐるエーテルの本流。その中で留まり続ければ魂を形作るエーテルが溶け、やがて、自我を失うのは必要。急がねばなりません。
よし、カーズ、タタル。グリダニアに向かい、カネ様に協力はおう。ウリエンジ、君は引き続き、他の面々の捜索を続けてくれ。うん、オッケー。これプレイヤーソンズ。さすがに。グリダニアに行くのか。はい。しばらくはエオザー編でですね、また。どこにいんだ、これは。あ、はい、カネさん。国営の森の地脈の探りには、精霊と対話する、各村の、白魔同士の方か。協力が不可欠だ。力を貸してくれるといいんだな。あれか。カネさんも一緒か。地脈をさまよい。やっぱカネさんですね。カネ様の面会はすでに申請したら、ありがたいことに、不法船の座卓でお会いくださるそうだ。が好きなのですが、近くにないので、吉野家のスタミナ超特盛り丼を食べてます。なかなかのデブ食ですよ。ここマークつかねえな。これはボイスありそうですね。ねえかなかった。ようそう入れてくださいました。何やら緊急の話があるとか。急な訪問となったことをお許しください。再びご協力を願いたく伺いました。私たちの仲間の生死に関わることなのです。事情はわかりました。ヤシロさんは今も国威の森の地脈をエーテルダタイに乗ってさまよい続けてるんですね。もしそれが本当だとすれば、ある日の動画をお考えの通り、森の大精霊に尋ねる以外、行方を知る方法はないでしょう。森の精霊。といえば、あれですかね、あれ。出てくるかな。森の大精霊に、ヤシトラさんの行方を問うとして、一つ問題があります。それは、精霊と人の存在の違いに由来するもの。存在の違いとは？私たち人が他者を認識するとき、姿や声で違いを知り、名をつけることで区別します。ですが、純粋なエーテル体とも言うべき精霊は、エーテルの輝きや揺らぎを認識するのです。彼らの声が人の耳に届かないのも、空気の揺らめきである音に頼らぬゆえのこと。そのため、いかに言葉を尽くしても、精霊たちがヤシトラさんを認識するのは難儀でしょう。彼女によく似たエーテルを知れるというのですが。それなら心当たりがあるです。前にヤシトラさんから妹さんがグリダニアに滞在してるって聞いたことがあるです。なるほど、妹か。召喚師のね、召喚師の妹だ。まあ、それは素晴らしい。では、妹さんを探し出し、エバーシェイドまで連れてきていただけますか。確かクラスペインに出てくるんですよね。かの地で大精霊に語りかけ、ヤシトラさんを探し出してもらいましょう。グリダニア旧市街。
安田さんの妹さんは確か闇虎というお名前だったはずです。母さんのお知り合いですか？知ってますよ。私が集めた情報によれば、現在は研究の一環でグリラニア探査中のようです。アップカル滝にいるらしいので会いに行くです。やっぱそうっすね、そうだね。はい。アップカル滝にいつもいますよね。そっか。クラス系やってるから、もう知ってるって流れになってますね、この辺も。ヤシシリーズこの辺に結構いるんですかね。あら、カーズじゃない。一体今日は何の用かしら。そちらの方々はお初にお目にかかります、闇虎さん。私の名前とアルヒノ・ルベリュール。こちら、タタルタル城です。タタルタル城。ちっちゃいっすよね。ひよこの方がでかいもんな。はい。まあ、姉の、シュルトラの同志だったので、暁が決命のことは聞いてるわ。クリスタルブレイブに追われているらしいと聞いていたから心配になってわしも財団の仲間を通じて探していたの。それにしても近日を使うなんて無茶をして、ともかく状況が分かったら教えてくれてありがとう。もちろん協力させていただきます。腹違いという私たちは実の姉妹。その魂を構成するエーテルの色合いは似ているはずよ。早速、エバーシェードに向かいましょう。さあ、ヤシトラさんといえばあのシーンが見られますね。サービスショットですね。サービスショット。それでは始めましょう。白魔導士のある白魔導士の二人だ。これは白魔導士のクラスクエに出てきますね。国営の森に住まう大精霊よ。森をたゆたう地脈の流れに身を任せ、今もさまよう魂を探し出したまえ。ヤシトラさん。見つけた。地脈を開きます。やっぱりこの頃は最高画質にしてもらえですね。画質はそんなよく見えないですね。残念ながら。昔のやっぱ画質のまんまっすね。さあ来た。ヤシトラさん。この辺とか
かも変えてない状態ですよね、多分ね。いや、いい感じに隠してるな。いい感じに隠してますね。これなら配信できる。まあそうですよね。年齢制限がそもそもないですからね、このゲーム。カーラインカフェの宿に部屋を用意させてあります。急ぎ安虎さんをそちらへ。もう生きてるけど無事ではないっていう感じですよね。かなり重症の状態ってことですよね。あとは大いなる精霊たちの加護モフさんがとろける目をして祈りましょう。るとこっちも眠くなります。どうしたもんでしょう。この辺はあれか、白魔同士のつながりがあるから、あれかな、お辞儀したんかな、多分。ええ、アルピーン。ヤシトラさんの顔見たら安心して。とにかく見つけてよかったです。本当によかったです。ヤシトラ。ヤシトラさん、旅館、泊まり木のお部屋でお休みになっています。まだ意識が戻らないようですが、でも私も精一杯看病のお手伝いをしてますし、闇虎さんや現実者さんたちもついていてくれます。きっと大丈夫です。カードさん、ヤストラさんの意識が戻ったらお帰りなさいの贈り物をしたいのです。いつか帰ってくると信じて前々から準備をしていたのです。ほとんど出来上がっているのですが、最後の仕上げに使うものはまだ届いていないのです。お手数ですが、川細工師のギルドのゲバさんと、現実ギルドのスミヤンさんから依頼したの記をもらってきてほしいのです。お使いってことですね。いや、お使いが出てきやがった。ここに来て。川細工と現実ギルド。じゃあ現実しか行こうか。白魔導士のとこですね。ギルドマスター。芸術士カーズではありませんか。その後も変わりないようですね。今日は一体どのようなご用向きでしょう。タタラ城からの依頼の件ですね。借り受けた品は、森の、恐竜で、清流で清め、精霊たちの加護を得られるよう祈りを捧げておきました。さあ、受け取ってください。しかし、これを使いこなすのは至難の技ですよ。芸術士ギルドを束ねる私でさえ苦労しそうな品ですから。この辺はですね、あれですね、すべてのジョブを一通り、あれですね、クラスクエ含めてやってるんで、あれですね、まあ、会話は多分当時と違うと思いますね。まあ、例えば、まあ、原始史もそうでしたけど、あと、カージュ史も、あれですね、クラスクエやってるんで、この辺も、あれですね、若干会話が多分違いますね、当時と。
もうみんな知ってるっていう流れになってますからね。川寿司。まあ、これを楽しむのがいいかもしれないですよね。強くて人間は。あとは選択肢を変えてみたりとか、そういう楽しみですよね。強くて人間は。まあ、階層が見れるんで、まあ、選択肢に関してはそれでやっちゃえばいいような気がするね。川じゃないか。川細工シートにしての仕事でも探しに来たのか。おう、タタルからの依頼を品を受け取りに、お客様としての来訪だったのかい。それは失礼したね。例の品ならできているよ。代金は先払いでもらってるから持っていきな。しかしタタルのやつはあんな奇妙なキメラ生物の、川を、一体どこで、手に入れたのやら。注文通りに加工するのに苦労させられたよ。すごいですね。このタタルさんしっかりやってますからね。あれかな、安田さんに着せるやつですかね。多分。おそらく。さっきのところに戻ればいいのか。こっちだね。こっちか道ですね。よいしょ。母さん、お願いした件はどうですか？なんかやってるね。ありがとうございます。さすがユルゼロを代表する川細工師の技です。私が用意しておいた衣装との組み合わせもバッチリです。それに現実ギルドにお願いしたものも、間に合ってよかったです。これで贈り物が用意できました。きっと喜んでくれますよ。あとは安虎さんの意識が戻ってくれれば。安虎さんは今、闇虎さんがついていってくれます。私たちも様子を見に行きましょう。わー満面の笑みですね。ヤシトラさん、よかった。意識が戻ったですね。タタル。あなた、よく無事で。アルフィノ様、少し雰囲気が変わったのかしら。変ね。今まで以上に人のエーテルを強く感じられるわ。もう具合は大丈夫なのかい？ありがとう、ミトラ。また後で。ミトラ席が外すのか。先の戦勝祝賀会の後、何があったんだい？脱出路は瓦礫の山だったというが。あなたとミンフィリアを逃がすため、追っ手の足止めに地下水道の天井を崩落させたの。その際、せめて一緒にいたサンクレットだけでも助けようと、エンシェントテレポを発動したのだけれど、地脈をさまようことになってしまったわ。そういえば、ミンフィリアは？みんなはどこなの？残念ながら、君以外は消息を絶ったままだ。君たちを追っていたのはクリスタルブレイブだったそうだね。すまない。すべては私のおごりが招いた結果だ。安虎さんがもう一番最初に見つかったってことですね。いいえ、そんなことはないわ。暁の灯火を消さずにいてくれてありがとう、アルフィノ様。他のみんなもきっと生きてるです。受付の名にかけて私が見つけ出してみせるです。
そうだね、タタル。そして暁を立て直そう。元気な姿を見て安心したわ。なら私も張り切らないとね。ヤシトラさん、お着替えはこちらです。目がおかしいですね。実はイシュガルドで裁縫の修行をして作っていたのです。再会に備えて新しい衣装を。出てけって。そりゃそうなるよ。着替えるからね。うん、新衣装ですね。タタルから話を聞いたわ。さんがとろける目をして七るとこっも陛下のちも眠暗殺計くなります。画にどうしたもんでしょう。イシュガルドの動乱、予想以上に時間が経過していたのね。我々の目下の目的は魔大陸に向かったイシュガルド教皇を追うことだ。それには魔大陸を守る防御フィールドを突破するための飛空艇に取り付けるエーテルの昇格、エーテルラムが必要なのね。そうなんだ。君のエーテル学の知識でどうにかならないものだろうか。さすがっすね。早速役に立つって流れですよね、これ。アラグが誇る防御フィールドを貫き、飛空艇が通過できるほどの大穴をうがつとなると、一筋縄ではいかないわね。でも彼女なら。彼女ならシャーレアンが誇るエーテル学の権威、魔刀野郎の知恵を借りれば、あるいは。あ、これ魔刀屋さんも出てくるんだ。なるほどね。あれで終わりなんですね。なるほど。いざシャーレアンへ来たね。シャーレアンだ。魔刀屋というのは私の師匠にあたる人。魔法研究が進んだ学術都市、シャーレアンにおいてもこの人ありと謳われた、老賢者よ。ただしかなり偏屈な人で、自分の意見は決して曲げない頑固者といったところかしら。15年前、ガレマール帝国のアラミゴ侵攻を受けて、シャーレアンの住民が北洋の本国に大撤収した時も最後まで抵抗したくらいなんだから。結局、住人が去って廃墟と化した、ハイとシャーレアンのそばで、今もなお一人隠居、生活を続けているわ。ハイとシャーレアンね。となると次の目的地は、帝地、ドラマニアか。私にとっては15年ぶりの生まれ故郷への、再訪になるな。私たち兄弟は、帝地ドラマニアの、植民土地で生まれ、その後、大撤収とともに、北洋諸島の本国に渡ったんだ。以後、ハイトを訪れる機会がなくて、だから本国ってのとハイトっていうのがあるのね。向かうのはハイトのことですね。はい。では、アルヒノ様の15年ぶりの里帰りのついでに、頑固者の老婆に説得に行きましょう。おいおい、それじゃ目的は逆じゃないか。ともかく、長旅になることは確かだ。ひとまずイシュガルドに戻り計画を立てるとしよう。まずはイシュガルドに戻るって流れか。はい、了解です。さあ、これでエロザ編は終了ですね。
とそう。私たちの次の目的地は、定地ドラバニア・ハイとシャーレアンだ。隠居しておられる的野郎を訪ねるためにね。しかし、かの地に向かうためには、高地ドラバニアを西へ、横断しなければならない。長く過酷な旅になるだろう。そこでタタルには、石ガールドに残り、引き続き、行方不明者の情報収集に当たってもらいたい。了解です。ハイとシャーレアに向かうのは私とヤシトラ、カーズの3人だ。まずは道中となるテイルフェザーへ目指そう。いや、もうこの辺はね、マルヒの頑張ってますよね、やっぱり。他にいないですからね。さあ行きましょう。ひよこの門。乗った方がいいそうですね。そうだね。イゼルドとか言って旅してましたね。さすがに地脈外の体に長旅は答えるわね。でもだいぶ調子が戻ってきたわ。ハイとシャーレアに着くまでには本調子を戻してみせるわよ。イレルシャイア来たね。イレルシャイア早速向かうのか。休憩も取れたことだし、旅路を急ぎましょう。ハイとシャーレアに行くにはここからさらに西に進む必要があるわ。現地のバン族、グナース族の、勢力圏を抜ける形になるドラゴン族の襲撃にも警戒しながら素早く、通過しましょう。西の山道を、下って抜けると目指す定地のドラマニアよ。さあ、気を引き締めていきましょう。OK です。あそこですね。普通に行きゃいいっすね。晴れてないのが残念ですけど。夜だからいっか気にしなくて。てんてんてん。名曲っす。なんだかんだで、想定はこの曲が一番好きですね。これ、昼の曲も、あれですね。いいですね。どっちかって昼の曲か。で、夜の曲はちょっと静かになったような感じですね。アバラシア山脈から流れ出た雪解け水は無数の小川となって下り、やがて集まり砂略川となる。この大河の恵みにより、低地ドラバニアは豊かな自然に恵まれ、長らく一つの都市を養ってきた。学術都市シャーレアン。今や住民が北洋に去り、廃墟と化した都である。さすが到着。強くんってニューゲームだからマップがね、もうすでにわかる状態なんで、これはね、とっつきやすくていいですよね。
マップの探索から始まるので、普段はね。マトウヤ住んでいるのは、定時ドラメンを貫く隊が、サリャック川の、向こう岸よ。まずは川を渡るルートを探しましょう。イデルシャイアに先に行くっていうのはですね。うん。ああ、そっか。そうですよね。そっち方面からじゃなくて行けねえもんな。そうですね。マウント、フライングマウントできない状態ですからね、本来では。ああ、もうそこになるんだ。じゃあもう普通に入っちゃった方が早いな、ここに関しては。イジルシャイアに。ああ、もう入っちゃいましょうか。入った時点でイベントが発生するんだと思うんだよね。知識は等しい人を求める。この石碑に刻まれたシャーリャンの持っている知識とは、人が自ら求めなければ得られないという意味ね。YouTube や DM あたりで何かしらコメントください。第6世紀1300年代初頭、北洋諸島の学習都市シャーリャンの学士たちが、ユールザの知識を集めとしてこの地にやってきた。1300年。彼らが築いた学術調査のための、観測基地には、いくつしか多くの人が集まり、植民都市として発展したわ。6大都市に数えられるほどにね。6大都市ね。それが15年前の、大撤収以来無人の廃墟と化し、今訪れる者もいないというわけ。しか、だからどっかい第5回。ゴブリンか、これ。無人どころか人いっぱい。ゴブリン、ゴブ大所帯。来たね。ゴブリン。あ、ワンサカ出てきた、ワンサカ。ゴブリン族盗賊か。これまたすごい大誤解。当人盗賊大嫌い。この地は、我ら土地だゴブ。我らの新たな国となる大事な土地だゴブ。あら、それは少し違うんではないかしら。私はアルフィノさん、ここシャーリアの出身なんだけれど。侵入してんのお前さん、不法侵入許さんゴブ。思考。すげえ足踏みしてます。話がややこしくなってきたぞ。ともかく私たちは、領有権を主張しに来たわけではない。川を渡るためにこう通り抜けたいだけなんだ。無益な争いして被害を出すよりも話し合ってお互い協力すべきだと思うがいかがだな。この時点ゴブリン族しか住んでないってことか。思考、敵対しないの本当か。それならしっかり対話ゴブ。スローフィックスと話すゴブ。我らのマシンご案内。スローフィックスってこいつのことじゃないのか。まあ、とにかく中に入って対話をしてくれと。ここですか。
こ、ここはイデルシャイア。我らが誇る新たな町ゴブ。お、来たね。ミッドナイトデュー。ヨースロフィス。また新入りかい？私の名はアルヒノ・リベイユール。そしてこちらはカーズとヤシトラ。旅の途中で、サリアック川を渡ろうとしていたんだが。迂回しようとしてこっちに来たってわけかい。そこをスローヒックスたちゴブリン族の連中にとっつかまったとは災難だったね。イデルシャイアと言ったかしら。こんな集落ができたことを知らなかったが少しばかり驚いたわ。私たちはトレジャーハンターでね、ハイトを残された有用な城を求めて海沿いにやってきたんだ。なるほど。そこでこいつらと出会ったんだ。最初はバチバチ大陸したゴブ。それでは今では仲間ゴブ。力を合わせて街づくり。みんなは、新たな国づくり。シャーリアン出身じゃねえんだね。ようやく話が見えてきたわ。私たちシャーリアン人が去ったこの港を、自分たちの新しい街として再生しようとしてるのね。あんたたちはシャーリアン人なんかい。まあ簡単に言えばそういうことだな。使えた建物は多いし、気候も環境も住むのも悪くない。ただし万事うまくいってるわけじゃなくてね、青の手というゴブリン族集団との対立が絶えないし、シャーリアン人が残した、魔法仕掛けの罠にも手を焼いている。もしも問題解決に力を貸してくれるなら、ここを自由に使っていいゴブ。川を渡るのを協力するゴブ。これは、破格の条件ゴブ。参ったな。先を急ぐ旅なのだが、仕方あるまい。取引成立ということにしておこうか。完全に俺の試合。まあそうですね。争点のこう二つ目のけど、ここですもん。ここに来てやっとですもんね。二つ目のけど。ハイトの発議。シワがお使いじゃねえかよっていう。しこ。さあ、それでは早速依頼ゴブ。イデルシャイア危険がいっぱい。シャーリアン人の残した魔法仕掛けの罠。あちこちそっちこちらいっぱいゴブ。工事の邪魔になってる廃棄されたゴーレムとかしてほしいゴブ。お前さんがシャーリアン人なら壊し方もわかるはずゴブ。どかすとかいう作業やらされるのか。ゴーレムが居座ってるですって。おそらくは侵入者対策に設置されたものでしょうね。それなら簡単に排除できるはず。真理は死んだという、合言葉を聞かせれば、強制的にゴーレムの動作を急上させることができるわ。うまく言えば戦わずに排除できる。なるほどね。真理は死んだ。どうやら数も多そうだし、3人で分隊しましょう。それぞれ自分の担当箇所が終わったら、スローヒキスの報告するとしましょうか。しかも、せいで言わねえといけないんだ。なるほどね。はい。了解です。どこにいんだ？これか。これっぽいね。よし。真理を。真理を。崩れた。合言葉を聞かせるとゴーレムは崩れ去った。これでいいんだ。街の中なんで戦うことはなさそうですね。さっき。合言葉を聞かせるとゴーレムは崩れ去った。これ OK だ。よし。よいしょ。これ当時こんなに発展してたっけな、イデルシャイアって。確かね、バージョンアップ繰り返すことでなんか、あれですね、発展していくタイプの場所だった気がしますね、イデルシャイアに関しては。もう当時の面影はないと思う。しこう。よし、ひとまずお疲れさん。なかなかどうしてありがとうさん。だからあれですね、モードナの時と一緒っすよね。
これでゴーレム、悩みとおさらば、拡張工事に専念できるゴブ。無手、活流の知人。しかし問題解決してくれてゴブとしては大満足。お前さんたちいい人。これは外ですかね。それじゃあ、サルヤク川の、対岸にある渡る協力を。ところがどっこい最後のお願い。無手活流の知り合いが危険地帯に大突撃。青の手の支配地域に踏み込んでしまったゴブ。青の手、排他的危険な集団。同じゴブリン族でも容赦しないゴブ。どうか知人を連れ戻してほしいゴブ。なんだか嫌な予感がするのは気のせいかしら。ともかくスローフィクスの知り合いが危険な目に遭っているというのは助けるしかあるまい。カーズ、ヤシトラ、急ぐとしよう。よし。ってことはまだこっちっすね。モフおじです。再生リスト等にクリアと記載されている場合は今後不定期でプレイする可能性があります。完結と記載されている場合は今後プレイする予定はありません。ここですかね。あ、これか、これだ。あ、しかもソロコンテンツは早速ありますね。あ、まあノーマルでいいでしょう。はい。どうせ超える力入ってんですね。ゴブの名誉、久しぶり。なんでこんなところに、ここはゴブが見つけた絶好の廃品回収ポイント。名誉というと譲れないよ。嫌な予感が的中したわ。やっぱり元海遊、旅団のブレイフロックスだった。あれか、30ID かなんかであったやつか。なるほどね。あれですね、東、ラノシアス。ここは青の手が支配してる地域だそうよ。元、副団長の、ベースケートから聞いたことがあるんだけど、あなた青の手で因縁があったんじゃないかしら。しかも、青の手なんて余裕ゴブ。ゴブの妙義で、ちょいのちょい。32ID かな。誰が余裕でちょいのちょい。今度は逃がさんぞ、ブレイフロックス。青の手だ。ゴブ？よくも我ら青の手が編み出すし、ゴブリンチーズの秘伝性を盗み出してくれたな。忘れたとは言わせんぞ。何の会話だよ。その件、とっくに自己ゴブ。古風、問答名実力行使。襲ってくる。いや、しかもこのでかいの来たね。ゴブリンタンク。あ、それゴージで出てくるやつじゃねえか。ここであったが100年目。仲間もろとも葬り去ってくる。仲間になってなったつもりはないんだけど、やるしかなさそうだ。これはつけてた方がいいですね。すごいやってきたね。飛ばせ。あ、これいい。いや、モブ増えてんじゃん。
あー、結構広いな。結構広い。タンクだからそこまで大したことねえか。いや、すげえ増えてるね。いや、白でやった時はそこそこ難易度あったような気がするの。こういう力があるので全然怖くないですけど。結構やる。単体系しかないっすね。単体系ばっかっすね。はい、この2つしかねえもん。はい、オッケー。あとモブを倒してるかな。離れてるのとしいの。解き放たん。喋ってます。よいしょー。オッケー。しか、いやいやな勝利ゴブ。それじゃあゴブ、ハイピンが、開始行ってくる。お宝ザクザク待ってるゴブ。いやいや、助けたのが馬鹿らしくなってくるわね。ともかくスローフィックスに頼まれた依頼をこなしたらさっさと帰って先に進みましょう。イデルシャイアか。自信をなくしてしまったよと言ってまあ黒魔同士です。アルティナ会計層。あれこの頃召喚師か。しこゴブの知り合い助けてくれたゴブ。あれ召喚師って学者でしたっけ？学者か。なんか呼んでましたね。あ、相変わらずゴブ。あ、でもあれか。カー君呼んでたってことはやっぱあれ召喚師ですね。ありがとう。しかしお前さんブレイフロックスの盟友だったとは、それを早く言ってほしかったゴブ。ゴブとブレイフロックス、腐れ、盟友だと知っていれば花から信用したゴブ。何はともあれありがとうさん、心の底からお疲れさん。これで終わりか。またやどつきたね。しか、それは長らくお待たせさん。イデルシャイアの通行許可、新帝ゴブ。この町は新たな国づくり、協力する者大歓迎。近くに来たら立ち寄ってほしいゴブ。ありがとう、スローフィクス。ぜひそうさせてもらえよ。不本意なら捨て去ることになってしまったという、ここは私たちの故郷でもある。あなた方、自由を愛する人たちが、種族の垣根を越えて、港を、受け継いでくれるなら嬉しいが、今後もお互いに協力していきましょう。ゴブリン族の見張り番、話は通しておいたゴブ。旅の成功を祈るゴブ。カーズ、アルヒノ様、先を急ぎましょう。よいしょ、OK。じゃあ、マップの、テチドラバニアの西側ですね。行く流れですね。いや、通れねえじゃねえけど、まさかの通れねえよ。しか、スローフィクスの許可が出た。これより出入りは自由だぞ。
爆弾だ。魔物よけのバリケード。ちょちょいドッカーン、片付ける。なるほどね。じゃあ道を開けてくれるんだ。これでようやく先に進めるわね。イリューシャイアナでやり残したことはないかしら。逃げろっつってる。いやー、爆弾。逃げてる。いや、遅れてる。ボーン。準備が整い次第、的屋の洞窟に出発するわよ。こちらの出発準備は完了さ。さあ、的屋を訪ねに行こうじゃないか。オッケー。あれこれ報告なんだ。はい。ここを抜けた先はシャーレアン学士街。かつて学術都市に、集まる研究者や学生たちが、地を磨いていた場所よ。随分と荒れ果てているようだけど、ともかく先に進みましょう。思ったより早かったっすよ。クエストの数やっぱり減ってる可能性があるよね、この辺は。いいんじゃ待とうよ。マテが住んでいるのは低地ドラマニア南部にある洞窟。一見すると分かりにくい場所だからわしが先導するわ。このまま道なりにサリャク川の、西岸で、南に進み、崖下に隠れた場所まで進みましょう。ただし、廃墟と化したシャーリアンの港には、どんな魔物が入り込んでいるかわからないや油断せんに行くわよ。短く感じる。クエストの数は調整されてるんだと思うんですよね、今後のやつ。で、ちょっと、っすね。トイレに行ってきます。あそこね、送ってきちゃう。よし、OK。お待たせしました。時間的にあれですね、57ID はできそうっすね、普通に。また大陸まで行ければいいんですけどね。58があるって考えるとまだまだありそうですね。これは確か57なんで。あれ違うな、59だ。ってことはこれ終わったらあれか。また行くって流れになるのか、結局。そうですね。57ID はあれですもんね。イシュガルド教皇庁ですもんね。59ID に行くって流れですね。
これもなんかもうちょい旅してるような感じあったような気がするんですけどね。もういきなり現地に来ちゃったんですね。ところで戦いの準備はいい。前にも言ったけど、的やかなりの頑固者なの。エーテル学の知識は海よりも深く、魔法の扱いに関しても精通している。そんな人物は同行して、偏屈だったらどうなるか。来訪者を追いかわすための、魔法仕掛けの罠とくらい、たっぷり用意していることは想像に、がたくないわ。ひとまず、奥の壁を触ってみて。いや、敵マークじゃねえけど、敵マークですね。冷たい岩壁。持ったおいで。系の敵は楽っすよね。解除。確かに。レベルが90の状態ですからね。制限かかってない状態なんで。これは楽っすよね。ソロコンテンツになると調整入るけど。やっぱりね、ごめんなさい、怒らないで。この程度の使い魔なら簡単に倒せると思っていたのよ。さあ、門番役の使い魔たちも排除したことだし、的屋に会いに行きましょう。勝手に人様の住まいに上がり込むだなんて、まったく礼儀がなってない。ばあさん。あら、ノックならしたわよ。物騒な使い魔たちを叩きのめしてね。この BGM、1の BGM ですよね。いくつになっても無鉄砲なところは変わらないね。それに可愛げのないところも。このキャラもワンのキャラですね。あなたが師匠だったからかしら。的屋、会いたかったわ。おてんばのシュトラがずいぶん立派になったもんだ。いい顔になったよ。誇ってもいいくらいにね。後ろの坊主はルイゾワの孫だね。祖父をご存知なのですか？ルイゾワのジジイとはよく喧嘩したもんさ。融通の利かない頑固者だったがね。あんたにも赤ん坊の頃一度だけ会ったことがあるよ。そうでしたか。ではお久しぶりですということになりますね、的屋様。おためごかしの挨拶はおよし。こんな偏僻な場所まで世捨て人を訪ねてきたんだ。どうせろくでもない問題を持ち込む気だろう。ろくでもない問題。確かに。やれやれ、この年になって再び魔大陸の名を聞くことになろうとはね。知っているの？古の書の中で見たことがあるだけさ。古代アラグ帝国がその末期に作り上げた人工浮遊大陸。ルイゾワともよく話したっけね。竜や万神といった強大な力を持つ存在を制すため、禁断の技術を編み出した一種の研究所があった場所らしい。ありとあらゆるおぞましい知識が集まる禁忌の地。そんな場所に向かっている愚か者どもがいるとは。だからこそ追わねばなりません。アシエンの存在が確認されている以上、その目論見を打ち砕かねばならないのです。なるほど。事情は分かったよ。
あら、やる気になるなんて珍しいわね。若者の気に当てられたかしら。シュトラや、ちっともおてんばが治っとらん。尻尾の1本や2本なくすくらいがちょうどいいのさ、あんたにはね。バカだ。何歳頃だった。よし、禁書庫に眠る論文。50年ほど前、北州イルサバード大陸に帝国が起こって間もない頃の話さ。急速に領土拡大を始めたガレマール帝国に対していくつかの対抗手段が練られることになってね。そこでわしが担当したのがエーテル収束機だ。エーテル収束機。大気に満ちたエーテルを一点に集めて圧縮し、強大な力を得る秘術ね。あ、じゃあまさにこれが必要になってくるんだ。ところがどうだい、研究も大詰めってところで哲学者議会の連中ときたら、わしの研究成果を大量破壊兵器の開発だと罵りおった。頭にきたわしは研究成果を禁書封印してやったのさ。誰にも読めないよう、誰の手にも入らぬように。いざ帝国が攻めてきた時、慌てるがいいさとね。技術は純粋な学問、どう使うのかは人次第。的親の口癖だったじゃない。元よりあの石頭どもには辟易していたからね。ここに引っ込むことを決めたのさ。大撤収するなんぞ、奴らの臆病ぶりにはヘドが出るわい。まるで祖父を見ているようです。それで的親、その研究成果の封印を解いて私たちに見せてくれるのよね。シャーレアンが誇る知識の殿堂、グブラ幻想図書館。その最新部の禁書庫に眠っているよ。来たね。グブラ幻想図書館来ましたね。呆れるほど厳重ね。5にあったやつですね。まあいいわ。守護兵がいるのでしょうけど、私たちの腕なら問題ないはず。さあ行きましょう。5。なんかイフリート。待ちな。あの場所に入るために必要なものがあるのさ。急にイフリートが出てきてね。結構強かったりするんですね。よし。一緒か。あんたちの腕ならね、禁書庫の守護兵も問題なく倒せるだろうさ。そうでなければとてもじゃないか、エーテル収束機のような危険な代物を任せられない。バーが与えた試練だと思って言っておいで。それから使い魔を2体貸してやろう。1体、蔵書の中から論文を探すためのポロッコ。もう1体、グブラ幻想図書館の扉を開くための鍵がある。そこで魔法仕掛けの方に、声をかけることね。
扱いが変わったね。はじめましてです、カスオさん。私、的屋様へ冒険者様の案内をお受けつかされましたこの道、50年の使い前でございます。さっさと参りましょう。グブラ幻想都市間は洞窟を出て東に進んだ先、往来した橋を登ればすぐに見えるはずです。お供のポロッコを呼んできますね。どうか図書館の入り口でご声掛けを。ではごきげんよう。トゥン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 。で、あそこですね。もろに ID のマークついてますね。これやっぱかなり進みやすくなってんだよね、おそらくね。一気に現地になるもんね。待っていました。カスワさん。こちらがかなり有名なグブラ幻想都市館でございます。15年前に放棄されて以来、放棄も入らぬ状態で、荒れ放題の散らかり放題。さっさと、扉を開けますから、さっさと、エーテル収束期の論文を探してください。見つかりましたら、又屋様にご報告を。来ました。サクッと頑張りましょう。全然覚えてないですけどね。まあいいや、頑張りましょう。OK。いきます。他のプレイヤーと突入。もうサポート MP してもいいんですけどね。まあいいや、プレイヤーと行きましょう、せっかくなんで。59ですね。はい。いや、すぐに込みます。ちょっと待って、ビスの枠になっちゃった。いやちょっと自治体します。すいません。いやこれ解除してね。そうですね、こうしないとダメですね。今日の分でペナルティ追加されるのしょうがないですね。毎回解除しなきゃいけないのめんどくさいっすよね。忘れちゃうんだよな。ルレの時はね、気にしなくていいんであれですけど。とか言ってるそうが全然来ないんですけど。時間帯ですかね、これ。たまにこっちの方にね、クマがいるんですけどね。モブ用のクマがいるんですけどね。この下だったかな。
あ、いいねえわ。あ、もういいか。いや、もうまさに ID こんな人気ねえのか今。あ、来ました来ました。OK。うん。さあ、禁書回収、グーグラー幻想図書館。敵弱いの多分まとめてもあんま問題ねえと思うんだよな。開かねえわ。開かねえわ。モフ王子です。配信ゲームクリア1000本あたりを目標にしたいですが、60歳超えますかね。基本的には倒していかないとダメですね。
一応見ますね。合同作。オッケー。よし、頑張ります。ですね。当時です。扁桃腺の手術は麻酔が効いてて痛みは感じませんでした。その後の違和感があったのは覚えています。大人になってからこの手の手術はしたくないですね。いやー、懐かしいな、この BGM。マジで懐かしい。久々に聞いたわ。お疲れでした。OK。わお。カエルがついてきてる。ああ、これ戦えるのかな、もしかしてカエル。ちょっと待って。キャンセル。はい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 。ありがとうございます。うん。これで1個ではもう、次が最後ですね。
うん。ハイデンが復活すんのかなんで全部揃った。なんかよく喋れない状態でしたもんね、ハイデン。聞き取れないような感じ。あ、カエルが見つけてくれた。うん。無事に論文を確保できたようだね。さあ、マトウヤ様のところに戻ろう。うん、オッケー。定時ドラマニア編終わりかな。また行くですね、次。次回じゃあ争点終わるかな。うん。今59ってことは。あれちゃんとこれ下ですよね。あれ下降りねえんだめだよ。こっからだ。久々すぎて全然覚えてないですね、こっちは。よし。ほら、もう戻ったのかい。例の、論文は見つかったんだろうね。うん、エーテル収集機の論文。よしよし、上出来だよ。これがなくちゃ始まるもんも始まらないからね。あれだけ厳重に守られた金書庫に、近所お使いにもやるように活かせるなんて、またやの人使いならさ、昔と変わらないよね。ペロロッコ君がいてくれて助かりました。さすがマトウヤ様のお作りになられた使い魔。魔法生物に関していい勉強になりましたよ。彼にかけられていた魔法の術式を自分なりに応用することで新しいカーバンクだって作れそうな気がします。うん、調子に乗るんじゃないよ。ルイゾワの孫だけあって多少は筋がいいようだけど、一人前になるときはわしのもとで、10年は修行するんだね。若干、11歳で、のシャーレア魔法大学入学を許された、春英も、マトヤの前では、型なしね。やれやれ、参ったな。さあ、早く論文を確認しましょう。はい。エーテルラムを作る。もう一度、この論文を目にすることができるとは。研究内容を悪用されないように細工を施してあるからね。ちょいと暗号化魔法を解いてやれば、その指導とかいう貴公子でも読めるようになるはずだよ。ただし理論は分かったとしても、エーテルの槍を形成するために必要な莫大なエーテルをどうやって用立てるつもりだい？その点に関してはシドも心配していました。クリスタルを積み込むにしても飛空艇の積載量にはどうしても限界があると。白成績とエーテルエクストラクターなら解決できるかもしれないけど、現物を持っているであろうミンフィリアは未だに行方不明。
ムーンブリダも今はもう、魔力の源だって。そうだ、あるじゃないか、とっておきの代物が。竜の目だよ。あそこテイストより一応見えると思うけど。万年の時を生きる七大天竜が悠久の時の中でエーテルを溜め込んできた文字通りの魔力の源だ。やっぱロブ知能がねえの不便だな。確かに理論上は可能ではあるね。自在に竜の目からエーテルを引き出せれば。目と共にあったイシュガルドの青の竜騎士ならばそれも可能でありましょう。エスティンや。どうやら光明が見えてきたようね。早速イシュガルドに戻りましょう。シュトラ、お待ち。お前、目が見えてないね。いつからだい？バレてますね。あら、気づいていたのね。きっとエンシェントテレポの後遺症だわ。バカな子だよ。どんな理由があったかは知らないが、禁術に手を出すだなんて。ミンフィリアとの約束だから、悪しき者からあの人を、光の目を守るため、私にできることをやっただけ。それに地脈をさまようなんて貴重な体験をすることができたんだもの。むしろありがたいくらいよ。エーテルの流れだけで辺りを見ることは魔力を消耗させ、体に大きな負担となる。クリスマスの日に大盛りのチャーシュー麺を食べて動けませんでした。でかいチャーシューが5枚ぐらい乗ってた。マトウヤ。エンドロールが長いだろうからね、極力またいく進めたい感もあるな。ちょっとだけでね。君のおかげでエーテラームを作るための基礎理論が記された論文が手に入った。早速イシュガルドに戻ってアイメイク教に、竜の目の件を相談しよう。寄り道がやっぱ多いですよね。ああ、じゃあイシュガルドです。だからさ、こんなに寄り道が多いからあれなんですよね。結構短くしてんだろうね。あれ？あ、ここにいいんじゃん。無事に戻ってくれたか。アイメリ教も、復調された様子で安心しました。まずは私たち暁の仲間を紹介させてください。彼女はヤシトラ、シャーレアン出身の賢人です。合わせお目にかかります。また行く侵入するための手がかりを携えてきました。その件で相談があるのです。こちらこそよろしく頼む。それで相談っていうのはマト野郎が考案された理論を用い、エーテルラムを作ることは技術的には可能。しかし問題はエーテルの供給源ということか。その通りですね。膨大な魔力を秘めた竜の目とその制御を行えるエスティニアンドの協力が必要なのです。そっか、竜の目持ってんですよね、現実に。事情は理解したエスティニアンには私から協力を求める。ありがとうございます。礼をしたいのはこちらの方で、イシュガルドが招いた問題を解決するために危険を顧みず取り組んでもらっているんだから。よし、カーズ、ヤストラ、早速シドに会いに行こう。エーテルラムの生存に取り掛かるんだ。寄り道多いな、やっぱり。
よし。ランディングですね。あ、もうすぐ作ってくれるって流れかな、これは。石があるランディング。こっちか。ミックス H と、ヌトレルシャン。ヌトレルシャンってやつ、シャインなんだ。人使いなのさ。どうだ、解決策は見つかったか。こっちはあらかた準備が終わったぞ。久しぶりにね、シド。朗報を持って帰ってきたわ。幻想都市間の金色で発見したエーテル収束の、研究論文よ。これがあればエーテルラムを作れるはず。こいつを待ってたぜ。理論さえ分かればでっち上げてみせるさ。しかしエーテルの供給源はどうするんだ？その件に関してもどうにかなりそうだよ。お、来たね、ST。赤いなぁ、鎧。赤いっすね。またしたな。ニーズエッグの血が入ってますね。未来に取り出すべきはないものだ。こいつには、資源の時代より蓄えてきた魔力が宿っている。これが石ガールドの秘宝、竜の目。気が遠くなるほどのまがまがしいエーテルを感じるわね。よし、あとは俺たち技術者の出番だな。ビックス、ウェッジ。喜ぶウェッジ。今日も徹夜だぞ。はぁ、楽しい職場っす。かわいそうに。今日も徹夜。休みなし。毎日徹夜。確かアイメイクさんしれっとこんなとこいるし。待ってんのか、出来上がるの。なるほど。トンサレ式希望。エンタープライズのエーテルラムの搭載が完了次第、私たちはマタイリクへ出発することになる。長い旅もようやく最終地点だ。君はシードたちの作業が終わるのを待つ間、イシュガールドに残る人たちに挨拶をしてくるといい。私はここでシードたちを手伝っておく。イシュガールドの人たちに挨拶っていうのはアイメリクさんのこと言ってるの？いよいよ出発か。共に行ってたいが、怪我は感知していない私は君たちの足手まといになるだけだ。すまない。父や主教公、トールダン7世は、アシェンに受け入れ、万神の力を手に染めた。確保はできている。必要とあれば撃ってくれ。すまない。本当にすまない。何から何まで、君をつけなければならないとはいかんな。笑顔で送らねばならないというね。君たちの旅路に、先進ハルオーネの、過去があらんことも、私は私に与えられたコートという、戦場でなすべきことをなそう。うわ、撃ってくれっていう流れですね。トールダン。で、あ、結構いろいろ行かねえとダメなんだ。なるほどね。ヒーラーさんとか。全部下ですね。全部仮想の方だね。じゃあ、武器屋さんから行きますか。そうか、いよいよマタイリクに赴くんだ。気候の旅路に先進の顔がありますように。
信仰とは無縁の帝国人が神に祈るの不思議か。私自身も少しばかり奇妙な気分だよ。幼い頃は、神に祈ったことはなかったんだからな。ところが大切な人ができてからというもの、その無事を祈らずにいられなくなった。祈りとは本来こうした素朴なものなんだろう。それを神と呼ぶ力となすために、歪め、利用している教皇たちを許してはいけない。そう思うんだ。それがアイメリックの親父さんであったんですよね。母さん、必ず帰ってくるですよ。それから私はこんなことを頼むのは変ですが、アルフィーノ様どうかよろしくお願いします。イシュガルドに来てからアルフィーノ様は変わられました。裏切りと挫折を味わって自分自身の限界を知って、それでも頑張ろうって決めたんだと思います。アルフィーノ様は私にとっても大切な仲間です。もう二度と仲間を失わずに済むように絶対に連れて帰ってきてください。いいこと言うね、タトル。連れて帰ってくるぜ。あとはヒルダさんは、こっちですかね、運がやんで。ここかな？カーじゃないか。アイメリから聞いたぜ。教皇をぶちのめしに行くんだろう。私も行ってやりたいところだけど、平民の中には教皇不在の、後期に貴族を倒そうなんて動きもあるからね。お目付け役が必要なのさ。私は自由を求めてる。ただ貴族どもに復讐したいわけじゃない。憎しみは憎しみを生むだけだって知ってるからね。コートの留守は任しときな。教皇の代わりに国をまとめようっていう、青臭い総長様を手助けして裏から支えてやるからよ。で、フォルタモフ王子です。お牛座の A 型ですが器用に行動できません。不便だな。伯爵系。こっちか。違うな、こっちっすね。あれどこなんだあれここか、ここだ。いや、わざわざ挨拶に来てくれたんか。ありがとう。綺麗には心配をかけてしまったな。未だ私の心は息子を失った悲しみに包まれたままだ。しかし息子が信じたイシュガルドの未来をつかむためには、下ばかりを向いてはいられない。オルシファンの盾だ。オルシファンは私に貴殿らをコートに招き、その後見になるようにと説得するときにこう言ったのだ。カーズは我が友であり、希望であると。今ならその真の意味がわかる。貴殿は、吹雪の中にあった石柄に灯された希望だ。記憶は何を思う？どうか息子の思いを決戦の地まで連れて行ってやってほしい。そして必ず生きて戻ってくるんだぞ。この盾を現地まで持っていかないといけないってことですかね。結構重そうですけど。ガンブレーカーからしてみたら重そうですね。これでランディングのある日。ドラえもんのポケットがあるから大丈夫なんでしょうね。相当詰め込んでますもんね。こんだけのものを運んでますからね。完全なドラえもんのポケットです。ア
挨拶は済んだんかい。そうか。フォルタン伯爵からオルシュ安藤の盾を。そうだね。彼の思いと共に行こう。まあ、大陸に何が待ち受けてるかは想像できない。最後の戦いで気合を入れて臨む。その姿、エクセルシー。さて、エンタープライズの準備もそろそろ終わりそうだ。ヤシトラに一声かけてきてくれないか。今のエステはまともですかね。どうでしょう。俺はまともだっていうスタンプがありますか。不思議なものね。少し前までは異邦人がイシュガルドに入ることはそう簡単なことではなかったわ。それが今やこうして手に手を取って私たちは同じ目的のために戦おうとしている。やはりあなたは人々にとって希望の灯火なのね。やめておけ。こいつも俺もそんな言葉のために戦っているわけじゃない。あら、お礼くらいは言わせてもらってもいいんじゃない？のんきなものだ。俺たちイシュガルドの民にとってこの先の戦いは1000年の因果を断ち切る戦いだ。マタイリク、かの地で俺はこの手で全てにけりをつける。あなたの思想や意志を否定するつもりはないわ。でも気をつけることね。その目は隙を伺っている。その目の奥には未だ憎しみの炎が見えるもの。よまいごと。もしそうであったとしても、その炎ごと俺が食らい消し去ってやるさ。入れ替わりですか。髪型が見えないスティーンはかっこいいっすよね。ああ、間に合ったようですね。あなたに渡したいものがあり、砂の荒野よりはるばる山の都へと届けに来たのです。砂の家からわざわざ来たんだ。これをあなたに。おっと、ムーンブリーダーのやつか。それは白星石。石の家の一角に隠されたムーンブリダの私物よりこの石を発見しました。里い彼女のこと予備を残していたのでしょう。なるほど。あなたが向かう地には我が愛しき人の命を奪いし混沌の使者アシエンがいる。どうかあなたの手で奴らを。よし、行くぞカーズ。いざ決戦の舞台。来たな。ついに完成したぜ。新たに生まれ変わったエンタープライズ。いや、エンタープライズエクセルシオだ。エクセルシオ。俺たちの新たな翼でお前たちを決戦の地に送り届けてやるぜ。さあ挑戦するっす。さすがに今度は英雄殿、私には
こうやって貴殿を見送ることしかできない。しかし我が息子オルシュファンの思いは常にあなたと共にある。どうかご武運を。まさか来た俺。帰ってくるのだぞ、必ず。兄貴がいる。弟がいる。エンタープライズエクセルシオ発進。いよいよだ。準備はいいな。目の力を解放する。槍に乗った。奥王子です。毎年大晦日はテレビを何かしら見てのんびり過ごしたいと思います。ご了承ください。笑ってはいけない復活してくれんかな。この俺だ。さあ、いけるか。いったね。さすがロンギヌスね。抜けたぞ。魔法衝撃をぶった切るのまさにエヴァンゲリオンですね。さすが帝国後方に帝国軍アグリウス級飛空戦艦。くそ、奴らめ、俺たちがフィールドを突破するのを待っていたってわけか。まあそうなるよね。振り切るぞ。みんな捕まれ。帝国側も入れなかったです。あめあめあめ。うわー、当たる当たっちゃうっす。タタルさん助けて。タタルに泣きにすんじゃねえ。倒れた。くそ、このままじゃ。
ララフェルの軽さからしてみたらしんどいっすね、ああいう。かつて星の石から授かった光のクリスタル。今こそ使う時か。来たね、いずれ。来たね。重要なシーンですよね。これまで自分のシュガのために多くの犠牲を出してきた。結局私は凍えた体を温めるための仲間が欲しかったのだ。そのために大義を作った。許してシヴァ、そしてフレースベルグ。それでも私はどうしても見てみたい。少女が雪原のただ中で凍えずとも住む時代を。いやー、これシバの BGM 流れるの熱いっすよ。打ちながら構えるんですよ。ありがとう、フレースベルグ。あれはイゼル？何をするつもりだ？聖女シヴァ、いえ、願いによって作られた私自身の神よ。今こそ我が身に降りて真の融和のために最後の静寂を。うわ、凍ったね、シバになる。ああ、歌ってる。鳥になってるってことですね。ダイヤモンドダスト。ああ、突っ込むんだ。いやーもういるね、まだ。ああ、これ撃たれちゃうんだ。ああ。いやー、これイゼルの件も切ないっすね。さらばだ、光の戦士。私を導いてくれてありがとう。一緒に旅したもんね。イゼル！
あのエーテル、あれは光のクリスタル。彼女もまた間違いなくハイデリンに導かれた光の戦士だったのね。さらばだ、氷の巫女よ。いやー、切ねえな、このシーンも。もうオリシャに続いてですもんね。前回に引き続きになっちゃいますよね。アグリス級に後ろを張り付かれた時はどうなるかと思ったが、ともかく無事にマタ駅に立つことができたわけだ。犠牲になってくれた氷の巫女のためにも強行とアシエルの、野望阻止せんとな。イゼル、共に旅する中で彼女の純粋さに私は共感していたんだ。いつか暁な一員にそう願ってさえいたのに。アルフィナ様。でも彼女はどうやって私たちの行動を知ったのかしら。清流フレースゲベルグであれば、俺が持つ竜の目の力を感じ取れたとして不思議ではない。なるほどね。おそらく清流が俺たちの動きに気づき、表情、イゼルに伝え、導いたんだろうな。清流と奴は最後に和解し協力できたってわけだ。ヤクさんは、お前さんは信じたからこそ命を賭してまで、道を切り開いてくれた。そうだろう。だったら気持ちを切り替えて己の使命を果たす。昔はある程度おしゃれをしていたのですが、もうこだわらなくなったので今は安く量を買う方向になっています。年なので渋いのを選びますね。奥にドーム状の施設が見える。まずはそこまで行こう。ある日のしばらくは立ち直らない感じですかね。悲しくも今はただ進むのみか。見たところ周囲に稼働している防衛兵器もいないようだし、ひとまずここら一帯安全と考えていいだろう。よし、作戦会議と行こうじゃないか。よし、OK。じゃあ今回はここまでにしようか。今回はここまでにしたいと思います。次回はおそらく争点終わると思いますね。また一通り回ってっていう流れになりそうですね。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。